2026年5月6日水曜日、現在日本は午前2時を少し過ぎたところです。緊迫する湾岸情勢ですが、ホルムズ海峡をめぐるアメリカとイランの対立、現状どのようになっているんでしょうか。高橋先生、解説をお願いいたします。はい。ホルムズ海峡は、2月の28日にちにアメリカとイスラエルが、イランを攻撃し始めて以来、イランが、実質上封鎖しているわけですね。で、4月の8日にイランと、アメリカ、イスラエルの間に一応停戦のようなものが成立して、交渉が始まりかかったんですけれど、4月の13日にちに今度はアメリカがイランの港を使った船は通さないという、逆封鎖を始めたわけですね。で、イランが封鎖してアメリカが封鎖するという、そういう状況で、で、アメリカの言い方は、これでイランは石油が輸出できなくなると。で、石油が輸出できなくなると、イランはこう石油生産をしても、もう、石油を置いておく場所がなくなるから、生産を止めないといけないと。で、石油生産を止めると、イランの油田は、傷んでしまうと。だから、一度油田の生産を止めると、再開が難しくなる。だから、イランは経済的に追い詰められて、ごめんなさいとか言ってアメリカのところに交渉に来ると。こういうことを言ってたんですね。で、どのくらいの時間がかかるのかというと、12日とか2週間とか14日とか、そんなことを言ってたんですけども、それぐらいの日数は経ったんですけど、イラン側はちっとも折れてくる様子がないんですね。で、イランは、石油が自由に輸出できなくて困るし、アメリカはホルムズ海峡が封鎖されて、石油の値段が上がって、ガソリンの値段がアメリカ国内で上がって、トランプさんは困ってると。で、どちらも相手は困ってるんだからということで、我慢比べのこう状態が続いてたんですけれど、アメリカが急遽、5月に入って、日本では連休に入って、航行の自由作戦なるものを発表したわけですね。で、アメリカの言い方は、ペルシャ湾内に、1000隻以上、2000隻とか1500隻の船がこう閉じ込められていると。で、船員さんは2万人以上も閉じ込められていると。その人たちを救出するんだと。というのがアメリカの言い方で、で、アメリカがその救出作戦をやると。こういうことで、で、もしイランが邪魔したら、もうイランはとんでもない目に遭わせてやると。こういうことを言って、アメリカの海軍の艦艇がペルシャ湾に入ったんですね。2隻。これはどうも入ったようです。で、アメリカ軍の指示に、そして護衛に従って、皆さん、ペルシャ湾から出てくださいよとは言ったんですけれど、イランが攻撃してくるのがみんな怖いですから、基本的には船は動いてないと。で、アメリカの発表によると2隻は、ペルシャ湾から出たというんですね。ただ、その船の名前を公表していないとか、なかなか本当にそうなのかというところがあるわけです。で、ペルシャ湾内にいる、船の船長さんに言わせると、船員の命がかかってるから、うん。そんなもの、アメリカが大丈夫ですよって言ってもイランが撃つかもしれないと思ったら出せないということなんですね。それから船も貴重ですし、保険もかからないですし、ということで、ほとんどの船が実際は動いていないという状況のようです。で、アメリカ軍の艦艇に対して、イラン側がどうも攻撃を仕掛けてきたとようで、イラン側は、攻撃をしたと言って、アメリカ側は損害はなかったと言って、で、イランの革命防衛隊の小さな船を6隻ないし7隻撃破したとは発表したんですね。ところが、イラン側は、あの、攻撃されたのは軍関係の船じゃなくて民間の船だったという発表をして、イランの言ってることとアメリカの言ってることが全くこう符合しないというか、どちらが本当のことを言ってるのか
よくわからないという混乱した状況です。で、その中で、注目されるのは、アラブ首長国連邦に対してどうもイランから攻撃があったようです。イランはやったと明確には発表していないんですけれど、アラブ首長国連邦に、攻撃が加えられて、特にフジャイラという港が攻撃されています。で、フジャイラという港は、皆さん、このアラブ首長国連邦の地図を頭に描ければいいんですけれど、アラブ首長国連邦というのは国土の大半がペルシャ湾内にあるんですけれど、一部がペルシャ湾の外にあって、で、このフジャイラというのは、そのアラブ首長国連邦の中で唯一ペルシャ湾の外にある港なんですね。ですから、ホルムズ海峡が封鎖されても、あの、アラブ首長国連邦の油田からパイプラインをこのフジャイラまで引っ張っていって、フジャイラから石油を輸出してるんですね。で、さらにもっとこのパイプラインを強化して、増設して、もっと石油を出したいというのがアラブ首長国連邦の期待なんですけど、そのフジャイラに対して、どうもイランが攻撃を加えたということです。で、映像なんか見ると、一部炎上しています。で、そんなにたくさんの、ミサイルやドローンを撃ち込んでいないので、もしかしたら徹底的に破壊するというのが意図ではなくて、これから我々はアラブ諸国連邦を攻撃する能力があるんですよというメッセージを送ってきただけかもしれません。行方が注目されます。そして、もっと注目されるのは、今現在、あの、再びイランから攻撃があったというアラブ諸国連邦からの報道が流れています。で、したがって、イランはそう簡単に、このアラブ諸国連邦に対する攻撃をやめるつもりはないのかなということが伺われます。で、イランは何を考えているんだろうかということなんですけれど、イランは攻撃を発表していませんから、こちらが意図を推察するしかないんですけれど、おそらくアラブ首長国連邦とイスラエルとの密接な関係を踏まえて、ある意味、イランはアラブ首長国連邦をイスラエルの前進基地だと捉えていて、で、前進基地を、事前に攻撃するという、そういう姿勢を示しているのかもしれません。で、この攻撃に、を踏まえて、アメリカとイスラエルが、実はイランに対する大規模な作戦行動を再開するんではないかという懸念が抱かれているわけですけれど、今のところトランプ大統領は、いや、そう大した攻撃じゃないよ。ほとんどミサイルは撃墜したし、着弾したのは一発か二発だろう、みたいなことを言って、明らかにアメリカは、これ以上、この段階で、戦闘を大規模に再開するつもりはないという、こういう状況で、我慢比べの状況がまだ続いているという段階ですね。で、双方はいろんな、メッセージをパキスタン経由などで取り交わしているようで、ですので、交渉は一方で、非公式な形ながら、交渉というか、交渉もどきは動いているようです。ただ、アメリカ軍は、この地域に増強を続けていますから、もう一回大規模な戦闘をして、イランに圧力をかけてという気持ちがまだトランプさんの頭の中には少しはあるようなので、依然として、油断できないという緊張状態が、続いています。そして、こうした動きの中で、もうすぐトランプさんと習近平さんの米中サミットがあるんですけれど、その先手を打つかのように、今日ですかね、イランの荒口外相が北京に向けて飛び立ちました。おそらく、米中サミットの前に、イランと中国の、交渉をして、アメリカにある意味強い牽制球を投げる狙いがあるんだと思います。とりあえずは、ホルムズ海峡をめぐる情勢は、こういう状況で、不透明なんですけれど、緊張は高まっていて、ただ双方ともに
大規模な戦闘再開には乗り気でないというのが現状かと思います。はい。今のお話で、アラブ首長国連邦への攻撃が、続いていて、収まる気配がないという感じを考えますと、どうでしょうかね。この UAE とイスラエルの関係を考えると、やはりイスラエルを刺激して、イスラエルから何かしらの動きがあるという可能性も考えられるんでしょうか。そうなんですね。イスラエルによるイラン攻撃の再開というのが、考えられるんですけれど、トランプ大統領が、いや、イランからUAE への攻撃は大したことないよという言い方をしているということは、イスラエルに対して、今の段階では、イランに対する攻撃の再開をやめてくれというメッセージを送ってるんだと思うんですね。で、トランプさんとネタニヤフさんの関係なかなか微妙で読みにくいんですけれど、普通に考えますと、今年の10月までにイスラエルは総選挙で、ネタニヤフさんの、売りの一つは、選挙民に対する売りの一つは、俺はトランプとは通過なんだと。トランプと仲がいいんだと。トランプは俺を支持してるんだというところにあるわけですね。で、トランプさん、アメリカでは人気が下がってますけれど、イスラエルでは大変人気があるんですね。で、もしトランプが、ネタニヤフに機嫌を損ねて、俺はもうネタニヤフを支持しないんだよとか、反対、対立候補を支持するんだよ、などと言われては、ネタニヤフさん大変困りますから、やはりトランプさんのご機嫌を取っておく必要もあるので、トランプさんが強く止めればイスラエル軍は動かないのかなというのが、今のところ私が受けてる、感覚です。はい。力学的にはブレーキがかかる方向が、あるということですね。でも予断を許しませんよね。うん。そうなんですね。うん。これだけアメリカ軍、そして、イラン軍の艦艇が狭い地域に、あの、展開しますと、戦争を始めるつもりがなくても、なんか大きな事故が起こってしまうという可能性があるわけですね。で、今回アメリカの軍艦が、ホルムズ海峡を通過したんですけれど、もちろんイラン側は格好だけ攻撃をしたようで、本格的に、弾道ミサイルを使ったりとか、沈めようという感覚で撃ってたとは私は受け取っていないんですね。一応抵抗する姿勢だけを見せたようなんですね。で、しかしながら、当てないつもりで撃ったミサイルが当たるということもありますから、まだまだ予断を許さないという状況です。はい。まだまだちょっと先行きがわかりませんけども、また引き続き解説をお願いいたします。今日の解説で足りなかった方は何度も繰り返しておりますけれど、今月の16日の土曜日はい。の午後に、六本木の国際文化会館というところで報告をいたしますので、お運びいただければ幸いです。はい。また告知をありがとうございます。それでは失礼いたします。失礼します。